今日は日本の洗濯機を紹介しようと思うよ。洗濯機と漢字は関係ないんじゃないんですか？ち。洗濯機にはたくさんの漢字が張り巡らされてるんだよ。うわ、ノイローゼになっちゃいそうなくらいな漢字の量。でしょ？今日は最低限の使い方を教えるつもりだよ。はい、ほぼ漢字ですね。漢字いっぱいですよ、ほら。嫌になっちゃう。そうだ。洗濯機と洗濯機ってどっちが正しいんですか？どっちも正解だよ。どっちも呼ぶよ。正確には洗濯機が正しいんだけど、洗濯機と呼ぶ人が多いかな。また日本人ルールなんですね。洗濯機はだいたい家の1階にあって、洗面台だったりお風呂場に近いことが多いよ。キッチンを含めて水を使う場所を水回りって言うんですね。洗濯機は一家に1台あるんですか？あるね。一人暮らしの人でも基本は持ってるね。安いのだと5万円くらいだしね。布団とか毛布はどうするんですか？そういう時はコインランドリーに行くね。日本にはコインランドリーたくさんあるから。では、一番簡単な使い方をお伝えするね。シンプルなのかも。まず、電源。これが電源。電源ボタンを1回押すと電源が入ります。で、もう1回押すと電源が消えます。まず、洗濯物を入れます。着ている服とかズボンとか。で、その後に、洗剤を中に入れます。で、スタートを押します。ここがスタート。スタートを押す。わお！ファンタスティック！スタートを押すと、こうやってぐるぐる回って、で、勝手に水が出てくるんだよ。ただ、洗濯機に判断を任せると、ぐるぐる回ってて、長いんですよね。そういう時は、水の量、これ水位って読むんだけど、水の量を決めておくといいよ。時短ですね。まず、電源を入れて、で、水位を決める。そして、スタート。で、これでもうこのまま水が出てくるんだよね。で、洗濯機によっては、直接洗剤を入れるタイプと、もう投入口があって、そこに洗剤を入れるタイプがあるよ。この洗濯機は投入口に入れるタイプなんですね。今日覚えておく漢字は、この電源と、あとは一時停止。一時停止っていうのは、一旦止まってって時に押すと一旦止まる。そういうのが一時停止ってことだよ。電源はオンとオフができるやつ。一時停止はちょっと待ってって時に使うことができるボタンですね。それにしても日本って漢字ばっかりじゃないですか。そうそう、海外の方には難しいことがいっぱいあるよね。全部ひらがなで表示してくれればいいのに。確かに、そういう洗濯機たくさん売れそうだけどね。売りましょう。ひらがな洗濯機。と表示にはたくさん漢字がいっぱいあるけど、シンプルに使うんだったら、服を入れて、で、洗剤を入れて、で、その後に、電源を押して、で、水位を決めて、水の量を決めて、で、スタートボタン。で、蓋を閉めたら、これで水が出てくる。って感じかな。シンプルな使い方に慣れてきたら、アレンジするといいかも。はい。じゃあ、今日はこんな感じで、またねー。